ボンジュール。今日はちょっとユニークな展覧会に行ってみたいと思います。場所はこちら、パリ5区にあるコレージュ・デ・ベアナーダン。昔の修道院跡で学問の場として歴史的にとても重要な役割を果たしていたところです。足元に写真がありますが、これ何かわかりますか？パリのノートルダム大聖堂のバラ窓です。この展覧会がユニークなところは、美術品などの現物を鑑賞する代わりにタブレットを使うところです。タブレットには11の言語がありますが、日本語を選択します。展覧会はフランスに拠点を持つロレアルがスポンサーになっていて、入場無料。今日私はアリーナさんに案内していただきます。まずはタブレットの使い方の説明の画面が出ました。建物の窓にノートルダムのステンドグラスのような細工がしてあります。火災の時の写真の前に来ました。タブレットを使って火災発生までタイムスリップします。2019年4月15日、火災の時の様子が画像と文字の説明とでわかるようになっています。そして消火活動に当たった消防士さんの装備についての説明もありました。時間の経過によって火災がどんな風に広がっていったのかわかるようになっています。下の線が時間軸。8時、9時半、そして夜中の2時。映像もあって、これは銭湯が落ちたところですね。美術品の救出とか、中の様子、それから上空からの映像もあります。消火活動の様子、そしてこちらが鎮火した時ですね。それぞれのゾーンの円柱の画像をスキャンしていきます。ここではノートルダムの正面に立つと、そこから見える風景、それが360度にわたって展開するという仕掛けです。しかも現在の様子だけでなく、12世紀ノートルダムの建築が始まる頃の両方が見られるようになっています。このキラキラしたのは子供向けのゲーム。タブレットにはたくさんの情報が詰まっているのですが、子供がそれに飽きてしまわないようにということで、隠された宝物を10個見つけるというゲームが内蔵されているんだそうです。ここでは12世紀の建築現場の職人さんたちの様子がアニメーションになっていました。これは鍛冶屋さん。鉄の作り方も説明されていました。ゴシック建築の天井って独特ですよね。どうやってアーチ型の石の天井ができるのか、その工程がアニメーションでわかるようになっています。
周りを見ると皆さん床に座っています。確かに座ってじっくりタブレットを見たいという気持ちわかります。そしてこの床というかカーペットになっていて、座り心地もなかなか悪くないですし、タブレットを落としたとしても心配が少ないです。老若男女あらゆる世代の人がいます。タブレットの操作に困っている方にアリーナさんが助けの手を差し伸べています。ちょっとしたアドバイスで年配の方でもすぐにうまく使えるようになります。あの有名なバラ窓の説明があります。このシステムがすごいなと思ったのは、実際にノートルダムの中でバラ窓を見上げても、こんなに細かいところまでじっくりと説明を見ながら理解するということはまず難しいです。でも、この方法ならなるほどよくわかりますよね。これは有名なナポレオンの戴冠の絵です。戴冠式が行われた舞台がノートルダムなんですよね。タブレットでは絵と実際の様子との違いもわかるようになっています。例えば、絵にはナポレオンのお母さんが描かれていますけれども、実のところ彼女は列席していなかったのだそうです。そうした歴史の逸話がタブレットの説明でわかります。ナポレオンをクリックすると、彼のこの時のいでたちの説明があります。前の画面に戻って、今度はジョゼフィーヌをタッチすると、彼女の説明画面になります。戴冠式の時に彼女が身につけていた指輪。これはタブレット上で指を滑らすと回転するようになっています。ナポレオンからのプレゼントで彼のイニシャルとアムール・サンセア、誠実な愛というメッセージが刻まれていたんですね。これは彼女の靴、ぺったんこシューズで金の星の模様が散りばめてあります。今もこういう靴ありそうですよね。こうした数々のディテールは史実に忠実に再現したもので、研究者たちのお墨付きを得ているのだそうです。絵画は表面的ですけれども、タブレットでは当日のノートルダム大聖堂全体の様子が360度のスケールで再現されています。これはナポレオンの宣誓の翻訳ですが、宣誓はこの位置で行われたんですって。そして大聖堂の一部は革命のために壊されていたので、こうして当日は幕で覆って隠してあったのだそうです。そして今度はナポレオンの時代から現代にタイムスリップ。祭壇のあたり、今はこの通り、ナポレオンとジョゼフィーヌのポーズを修復スタッフの方々が再現しています。そしてこちらのゾーンでは、現在進行中の修復の様子がわかるようになっています。火災直後から今まで続いている仕事の様子ですが、焼けた足場が取り除かれて、天井にぽっかり穴が開いた状態ですとか、修復スタッフの方々、ガムテープを使って防御しているのは、火災の時に
飛び散った鉛の対策のためです。そういうところまでこのタブレットでわかるようになっています。これはパイプオルガンの解体の説明ですね。修復中のノートルダムに入ることは私たちにとってほぼ不可能なことですから、こうした画像はとても貴重ですよね。そしてここでは現在の復元に携わる人たち、フランス各地の専門家の仕事がわかるようになっています。例えばこの彫刻の修復家の手元の動きなどは、実際の作業の様子を忠実に再現したものなのだそうです。これは屋根の骨組みの部分ですね。壁画の修復とか現在進行中の作業の様子がまるで現場で見ているようにわかります。それにしても何も現物がない場所でタブレットを使って現実以上にその世界にのめり込めるってすごいことだと思いませんか？こういう展覧会の光景って初めて見る気がして、なんだか未来の入り口になっているような気がしました。ノートルダムと同時代の建物の中でタブレットを使って過去と現在を行き来する AR 拡張現実のテクノロジーを使ったこの展覧会、タイムマシンに乗っているようでもあり、自分が透明人間になったようでもある、そんな気がするユニークな体験でした。